確かにお前から婚約解消はできないかもしれねえけど、向こうからだったら。と言いますと？俺は駅で聞いた通行人の会話を思い出していた。最初に聞いた時は、こいつら沙織の前で何言ってやがると思ったものだ。しかし今思うと神からの助言だったのかもしれねえ。相性が悪けりゃ付き合い続けるのは無理だ。婚約者はオタクを理解しようとしているかもしんねえ。でも合わないと思っちまったんだろ。確かにその言葉に否定はできません。だったら沙織が新生オタであることを分からせてやりゃいい。そうすりゃ向こうから婚約を撤回してくるはずだ。拙者を新生オタだと？確かに拙者は新生オタクですし、向こうにはまだただのアニメ好き程度にしか思われていない節はありますが、しかしそれが果たしてうまくいくかは。お前のためにも婚約者のためにも2人が一緒になることは間違いだってはっきりさせるべきだ。婚約者のため？そうだ。嘘で固めた自分を婚約者に見せて、それでお互い幸せになれるとでも思ってんのかよ。それはその通りなのでござるが、でもそれでは両親を裏切るようで。両親がどうした？これはお前自身の問題だろ。両親の問題じゃねえ。お前はどうしたいんだ？何を考えてるんだ？両親じゃなくてお前がどうしたいのか決めろ。親が大切なら親の意見に委ねるな。自分で考えろよ。それじゃ前に進まないだろ。本音ぶちまけるつもりでさ、少し楽になろうぜ。じゃないとお前の方が先に参っちまう。京介氏のおっしゃることももっともでありますな。しかし拙者はこの先どんな顔をすればいいやら。沙織、笑えばいいと思うよ。でござるか？さすが鉄板なネタじゃ通用しねえか。京介氏もまだまだだに。ですがその心意気はよしですぞ。ありがとうよ。でも俺の心意気が評価されたように、お前の勇気も評価される時なんじゃねえの？しかしそれでも拙者には踏ん切りがつきません。両親の期待を裏切って嫌われてしまったら、趣味はまた新しく見つけることができます。しかし拙者にとっての両親は両親だけでござる。嫌われてお前みたいな子供はいらないと言われたら、そう考えると踏ん切りがつかないのでござる。わからない。拙者もうどうしたらいいかわからないでござるよ。落ち着け沙織。お前がパニクったら解決する問題も解決できねえ。でも拙者はかくなる上はしばらく自分探しの旅にでも。京介氏のツッコミもなしか。いっそこのまま蒸発でもしてしまえば。待て待て待て。お前がいなくなったらそれこそ両親は悲しむんじゃねえか。それはそれ、これはこれ。簡単に片付けようとすんだ。つうか蒸発の覚悟があるならその覚悟でぶつかってこい。京介氏、確かに言われてみればそうでござるな。だろう。ええ、なんだか少しやってやれそうな気がしてきました。そうだそうだ、その意気だ。お前の強い思い見せつけてこい。わかりました。京介氏がそこまでおっしゃるなら、拙者自分を取り戻すために
花開きましょうぞ。たとえそれが散る運命だろうと。だから今から弱気になってんじゃねえ。強気で言って俺たちのところに戻ってこいよ。